始めたいと思います。今日もよろしくお願いします。なんとですね、フットーリーズは24時間表示されるんですけども、94件のご質問をいただきました。たくさんいただきましてありがとうございます。頑張って回答していきますね。よろしくお願いします。よろしいですか？ですね、まず、ゴルゴ線がなかなか消えませんというご質問。ゴルゴ線っていうのは頬の中央をこういう分断する、ラインなんですね。溝ですよね、シワというよりもね。これはですね、筋肉の割れ目なので、頬の位置をしっかりと頬の筋肉を鍛えることによって、この中の筋肉の位置が変わります。ですので、しっかりと頬上げ。この顔もしくは、なのいうえを、でちょっと頑張ってやってみてください。はい。で、次ですね、いきますね。たるみ予防のスキンケアは何か使っていますか？はい。私は完全にケミカル立ちをしております。ケミカル立ちってご存知ですか？本当にね、ケミカル立ちをして、もう一気に肌が若返りました。で、ケミカル立ちっていうのはですね、合成界面活性剤、合成ポリマーを一切含まれないものを使うことをケミカル立ちって言うんですね。通常大体ポリマー、合成界面活性剤、普通の化粧品には大概入ってるんですけども、完全無添加のものを使うようにしています。それでかなり、良くなってきたと思います。はい。で、次の質問いきますね。セリフ化粧品を使うと顔ダンスの効果は一層上がりますか？はい。私の中ではケミカル立ちは必須だと思います。もう顔ダンスと同じくらい大切なものですね。またこのことについてはね、詳しくまた説明していきたいと思います。はい。1週間前のライブでつけてらしたリップが素敵だったので、どちらのものか知りたいです。リップですね。ですね、通常私トレーニングするので、あまり口紅とかはつけないんですね。リップライナーでこうアウトラインを取って、あとはリップバーム、リップクリームですね、透明の。そういったものをよく使いますけれども、今は今日ちょっとつけてきました。つけるとしたらですね、このコスメデコルテの PK850 っていうのをたまにつけます。で、もともと私はね、唇の色があんまり薄くなくて割とピンク系なので、リップクリームだけでもやるときあります。左右差のある目の下のたるみはひどい方をたくさんした方がいいですか？よくこれもね、右と左が違うということで質問を聞くんですけれども、その場合でも右と左がたるみが違っていても同じように均等にしてください。でないと片方だけこういう風にすることまず難しいですし、それをするとかえって筋肉の歪みが出るんですね。だから均等にやるように、そうするといつの間にか揃ってきます。で、次いきますね。講師の皆さんは顔ダンスだけであんなに激変されたのですか？はい、そうです。美容医療には頼っている人はいません。皆さん顔ダンスで顔が変わってます。はい、次にですね。本当におキャン先生。本当におキャン先生みたいになれますか？たるみに悩んでいます。はい。顔ダンスプラスケミカル立ち。頑張ってください。ふと鏡に映る自分にがっかり。そんな時どのようにモチベーションを保てばよいでしょうか？これもよく聞かれるんですけども、まずですね、鏡に映る顔は本当の自分の顔ではないです。本当の自分ではないということを信じてください。特にまた電車に乗って、その電車の窓に映る顔とかね、そういうのはね、本当にね、電気の光が乱反射してるので、こういう溝とか、普通一般的にできるこういうシワありますよね。そういうシワというか、顔の表面にあるこう、当然のようにあるくぼみ、それがすごくはっきり映るんですね。もうそこで落ち込んでたら、本当にもう暗い顔になってしまうので、あ、鏡にちょっと映ったけども、これ私の顔じゃないのよって思っていけば大丈夫です。だいたい 5歳ぐらい若いと思ってください。人は話してる顔とかこういう内面から出てくるこう生き生き感とかいうものも総合してその人を見てますので、顔のそのなんていうかちょっとした影とかいうのもあまり気にならないんですよ。ですので、まずそういう時がっかりしても、これは私の顔じゃないのよと思えば大丈夫です。はい。で、次ですね。家事の最中など、ながらでできる顔のトレーニングはありますか？はい。頬上げ。これか、もしくはですね、笑顔の練習。とにかくずっと口角を上げる。口角を上げるのをずっとしとけばいいかなと思います。あとですね、おすすめはですね、YouTube の方で、顔ダンス実践編っていうのが再生リストにありますので、それはね、その音声ガイド付きっていうのがあります。画面見なくても音声で私が言葉を入れてるんですね。ですので、YouTube のおキャンママの動画、顔ダンス動画の中にありますので、ぜひそれおすすめです。はい、次、何か運動はされていますかっていただきましたね。はい、私はジムに行っております。と言っても週に3回ぐらいしか行けてないです。2回ぐらいの時もありますね。行くとですね、まず筋トレをするのと、あとウォーキングマシンとか自転車をひたすら漕ぎます。やはりちょっとね、顔も体も鍛えて、あと有酸素運動でやっぱり大事だと思いますね。
体力落ちてくるのでね。あと、おきゃんママさんは現在1日に顔ダンスを何分していますか？はい。だいたい15分から20分。15分ぐらいですね。私の場合はもう入浴中って決めてます。お風呂に入って、湯船に入って温まってるところでやります。で、お風呂に入っているので、皮膚がすごく潤ってますよね。ですので、まあ、シワが出ても別に大丈夫なんですね。こう、潤ってる状態でやるので、肌に負担がないということと、必ずお風呂には入りますので、忘れないんですよね。で、その中で15分間ぐらいやります。そういうふうにもう決めてるので、やり忘れることはないですね。はい、次はですね、10番の方のお肉が上手にうまく吸い込みができません。10番っていうのはね、頬下の脂肪を絞り取るっていうトレーニングがあるんですね。ここの口の横の脂肪をスッキリさせるっていう運動です。それは、このお肉を思いっきり吸い込んで、ちょっとやってみてください。思いっきり吸い込んで、巻き込んで、こう締める。こういう形ですね。で、これがちょっと難しい場合はですね、お肉が最初やるときはちょっと硬いんですよね。硬くなってるときは、ちょっと手でこう、入れ込むといいです。手でちょっとこう、入れ込んで、するのがおすすめです。目元のたるみはどのくらい体操したら治りますか？だいたい半年から2年ぐらいですね。一番時間かかると思ってください。もう顔の方も上がって、フェイスラインもシャープになって、整って、もう本当の顔の中心部っていうのは最後なんですね。一番効果が出てくるのがね。もうそこで挫折せずに、とにかく頑張ってみてください。で、インストラクターたちもですね、最初はやっぱり目の下のたるみに悩んでる方も多いんですよ。でもですね、講師になってからもどんどん良くなってるので、もうやっぱりやればやるほど、年数が経てば経つほど、本当にこう、目の下のたるみが一緒になる、もしくは上に上がって涙袋のようになって可愛い感じになるか、どちらかですね。そんなにかかるのかと思うかもしれないんですけども、目の下の運動を始めて、その時点からもう現状維持は絶対なんですよ。そっからたるみませんので。何もしなかったらもうどんどん出てきて、袋が出てきて下がっていきますけども、それがないんですよね。やっている限り、とりあえず現状維持で止まる。現状維持で止まってるけども、やってるうちにだんだん良くなってくるっていうことなので、時間はかかるかもしれないけども、ぜひ諦めずに頑張ってください。あと、今年60歳になりました。最近急激にたるみやシワなどが気になりだしました。まだすかっていうのは何でしょう。まだ大丈夫ですかってことですかね。はい。頑張りましょう。60歳でも何でも大丈夫です。もう筋肉は何歳になっても鍛えられますからね。はい。二重顎に効く顔ダンスお願いします。はい。ここの下のプルプルですよね。多分ね。こうやったらこう段になる分ですよね。もう、この間やった、この、口寄せて5秒キープ。反対5秒キープ。これをね、2セットやるのが、まあ一番いいんですけれども、それは、ここのラインが決まるんですね。パシッとね。このラインが綺麗になるけども、ここの下のお肉が多分気になっているので、その時は上を向いて顎を突き出す。そして、首の運動あるんですね。それがおすすめです。上を向いて顎を突き出してまたこれもゆくゆくやっていきたいと思ってます。はい、次はですね、毎日の食事で意識して摂っているものはありますか？私は緑黄色野菜。大好きなんです、野菜がもう本当に。で、あとはタンパク質をできるだけ摂るようにしています。肌のね、材料なのでね。首の縦じわがめっちゃ気になります。めっちゃ気になる。首の縦じわが気になる。首の横じわはさっきの首の運動でできる、解消できるんだけど、縦じわっていうのは首の脂肪が全体的にこう若い時はあるんですけど、それがなくなってる状態なんですね。で、首の脂肪をしっかり食べてここだけに脂肪をつける。なくなったものをつけるってことはまず難しいんですね。その分を筋肉でこう補うような意味になりますので、首を太くするのが一番いいです。太くするって言っても、ラグビー選手のような太さにはならないんですね。もうしっかりしたこう張りのある状態にするのがいいので、私が実践しているのは、上に向いて寝転んで、足だけ垂直に上げます、両足を。そして、ゆっくりこう下ろしていく。首に力を入れながら。わかります？両足をぐっと上げて、で、ぐーっと下ろす。上げて下ろす。それを5回から10回やるといいですね。笑顔を作ると口角とほうれい線の間に脂肪がもこっと溜まります。効果的なダンスは何番でしょうか？ 10 番ですね。頬下絞り。多分脂肪が多いと思うんですよ。ですので、絞って、はい、潰してギュッてやるのがいいと思います。で、今までね、ちょっとトレーニングも言ってますけれども、お伝えしてますけれども、これどんなものって思いますよね。果たしてどれがいいのかってわからないときは、ぜひレッスンを受けてください。もう顔ダンスはですね、
基本のトレーニングっていうのが1から15まであります。そして、広角トレーニング、代用トレーニング、あと洗顔時のケアって、19個ぐらいあるんですね。それを全部覚えると、トータルで顔が若返るんですね。私もね、こうやってお伝えするし、動画でも短いショートで今、インスタグラム、YouTube でもアップしてますけれども、果たして自分はどれがいいのかとか、トータルでどうやったらいいのかっていうのは多分わからないと思うんですよね。なかなか難しいかもしれないし、例えば目の下のたるみに悩んでるから、この下まぶたを上げるだけで改善するかというと、やはり口角、頬を上げたりとか、そういったいろんな効果、あと、この額のトレーニングをして引き上げていくとか、そういったことを全部の総合で綺麗に若返る。だから目の下のたるみが治る頃にはフェイスラインも、シャープになってるし、頬も上がってるし、目もパッチリ開くようになるっていう、そういう相乗効果が全てのトレーニングにあるわけなんです。だから一つだけこれをやればいいっていうものではなかなかなくて、で、それがですね、今やっぱりレッスンしてるので、ぜひね、一回はですね、受けていただけたらと思います。プロフィールページの方でレッスン案内もありますのでね。で、ワンデーレッスンで、1日で、90分だったかな。すべてのトレーニングをマスターっていうのもありますので、あと3人だけのレッスンとかね。そういった時には、割としっかりと見てもらえるという形になりますので、はい。ぜひおすすめです。本当に悩みが深くて、なかなか私がお伝えするトレーニングで解消しない感じがある場合は、ぜひ、レッスンも、考えてくださいね。はい、次ですね。おでこのトレーニングの際、シワがくっきりしていた時期はありますか？時期はありますか？シワがですね、もうとにかく指で押さえて、引き上げると、大丈夫です。シワが定着することはないんです。シワができるところにしっかりと指で押さえてやれば、シワがここで刻まれることはありません。はい。いつも投稿、LINE 楽しみにしています。髪の毛もすごく綺麗ですが、何か秘訣はありますか？髪の毛ですか？髪の毛。髪の毛ですね。私はヘナを使ってます。一時期ね、もうずっと普通のケミカルの白髪染めしてたんですけども、もう頭皮がピリピリしてですね。で、ヘナにもいろいろあります。で、いろいろと私も試してましたけども、匂いがね、すごく強いものとかね、染めが悪いものもあります。ですので私はね、花ヘナ。おすすめです。花ヘナ。カタカナで花ヘナ。ヘナにもいろいろあって、その花ヘナが、私にはすごく合ってました。で、私はね、サロンでやってもらってます。なかなか自分ではね、綺麗に染まらないので。そうすると、本当にね、ツヤも出てきて、コシも出てきて、すごく今状態がいいです。おすすめです、ヘナ。できるだけケミカルなものは使わない方がいいですよ。頭皮もね。